やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの、イヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、EPZ の K5。実は、結構前に発売されたモデルで、数年前の中華イヤホン界隈のトレンドだった、ハイブリッド型イヤホンの、その基準となるようなスタイルを取り入れた、ストイックさすら感じる、基準的モデルだ。EPZ が日本に上陸を果たした時期のモデルであり、この当時、突然大量の多種多様なバリエーションを持つモデルを、国内で安価に登場させた EPZ は、一体何者なんだと気になるくらいに精力的なブランドだった。その実態は、各社の製造委託先であり、その技術力はしっかりと裏打ちされており、ラインナップは、どこか過去に見たような仕様。というか、各メーカーが目まぐるしく仕様を変化させる中で、中華イヤホンが一気に高品質化した時期の、レジンチェル、ドライバ構成などを持ったモデルが多い。これは決して古い、というわけではなく、むしろ、今や各メーカーが出さなくなった仕様とチューニングを、今でも新品で手に取れるようにしている、というメリットであり、同時に、各社とは異なる地盤から、新しい製品を投入する、という、基礎力がしっかりしているブランドだからこその、他メーカーとは違う立ち位置、と言えそうだ。そんな傾向が特に強く出ているのが、今回紹介する、EPZ 系を。このイヤホンは、4台の BA ドライバと、1ダイナミックドライバで構成される、もはやトラディショナルと言って良い構成を持つ、5ドライバイヤホン。中華イヤホンの進化は目まぐるしく、最近のハイブリッドイヤホンは、より奇抜な構成と、独特なデザインのあるミシェルを持つものが多数派なんだけど、EPZ は、チューニング的にも、設計的にも、有効に乗りすぎないバランスを維持しつつ、価格と性能はしっかりと現行機と並ぶように設計した、K5がハイブリッド戦線を担う。価格は現在約1万5000円程度で、過去の同等品より安価、かつ、過去のモデルよりも、悪癖を取り除かれていて、程よいバランスで完成しているぞ。フェイスプレートは大変美しいスタビウッド調で、カラーも豊富となっている。K5は、今回のサンプルである、グリーンのほか、オーソドックスな黒、印象的なパープルも用意されてるな。サイズは、5ドライバーイヤホンとしてはよく絞られていて、耳にスッとはまる、人間工学によく配慮された形になっている。最近は構成の大規模化とドライバの大型化で、イヤホンは大型化する傾向があるけれど、EPZ については、その心配はしなくて大丈夫そうだ。過去に触ったタイプも、どれも同サイズのものと比較しても装着しやすく軽めに作られている。K5も、1ダイナミックドライバモデルと遜色ないサイズ感で、装着感の良い機種と言えるだろう。ノズルは金属製で、外装の耐久性も良いな。付属品もしっかり充実。しっかりとした、開閉もしやすいセミハードポーチと、ケーブル、イヤーピース、そして、ケーブルの交換用プラグが、3.5mm、2.5mm、4.4mm と2種類、2.5mm も付属しているところが、古い DAC を使っている人には嬉しい仕様だ。最近本当に 2.5mm の対応が少ないからな。イヤーピースは標準的な仕様で、固めのシリコンイヤーピースと、柔らかいもの、開口部が広いものなどが用意されている。一般的なイヤーピースより少し上等で、標準的な使用感を担保してくれるぞ。ケーブルは、別売もされているモデルと同等品で、取り回しやすく、癖も少ない、実用的なものがついてきている、と言えるだろう。ケーブルの交換も、品質的には十分不要なレベルだ。100ドルクラスとして、納得の内容と言えるだろう。K5の構成は、まさしく、マルチドライバハイブリッド全盛期の中華イヤホンにおいて、基準と言えるようなもの、4台の BA ドライバに1台のダイナミックドライバが組み合わさっている。この手のイヤホンの性格を決めるのが、チューニングとダイナミックドライバの性質なんだけど、本機のドライバのサイズは 8mm、KZ や TRN が主に発売している、同様の構成のイヤホンよりも小さめとなっている。振動板のなり方を決める素材については、LCP と PU の組み合わせ、いわゆる樹脂系の、飾らない、温かみのある音が楽しめる。ただ、本機のドライバサイズは 8mm で、中華の標準よりは小さめ、また、調整としても、低音域側を抑えた仕様になっているので、どちらかというと、ボーカル帯に影響する、BA らしいソリッドなサウンドを楽しむのがメインの楽しみ方になりそうだ。オーソドックスな仕様と、装着感、付属品などのバランスが取れた系を、価格も100ドルと、一般的な設定で、国内での入手もしやすい。今回は、海外ストアからのサンプルなので、そちらの URL だけだけど、国内でのレビューもよく残っている機種だ。そんなK5の評価は、過去の、丁寧な音の鳴らし方をするハイブリッドをそのままアップデートしたようなサウンドで、癖が少なく、落ち着いたなり、高音域は BA らしくある程度主張してくるものの、ここが主役になるほどではなく、聞き取りやすいバランスだ。
弱点らしい弱点も全くない、いろんなジャンルに使えるものだけど、パンチは意図的に弱まっているので、とにかく迫力のあるサウンド、というよりは、ボーカルメインの曲を丁寧に聞き取ったり、ゲーム的な用途で、位置関係を正確に把握するのに向いたサウンド。中高音域あたりの、距離位置を感じさせるのに重要な部分が、マルチ BA によって担当されているので、くっきりと聞こえるし、複数の BA のおかげで、刺さる印象もない、聞き取りやすいサウンドだ。特に、2010年代によく発売されていた、手作りのハイブリッドイヤホンたちは、このようなバランスで、一部がもうちょっと荒いような機種が多かったんだけど、それらが2020年代の技術で作られたらこうなるだろうな、という音に見事に調整されている。低音域が、現行のパワフルなハイブリッド並みに出る機種を求めている場合、ちょっと話が違うんだけど、誇張されておらず、それでいてしっかり広い空間を獲得している本気は、ハイブリッド型が低価格化した当時の、これはちょっと違うぞ、を追体験させてくれる一台だ。かまぼこというわけではなく、高音域側が強めの、緩やかな逆ピラミッドのようなバランスで、高音域側の特徴と、中音域の明瞭さ、そして必要十分で違和感を感じさせない程度の低音、さらには、高音側重視の結果、よく高音域が出る仕様と、それらの間に齟齬が出ない、ちょっと懐かしいけれど、現行モデル的に洗練されたサウンド、となっている。繰り返すが低音サブベースともに抑えめなので、それが、全体の明瞭具合につながっているぞ。価格仕様も納得できるものなので、あえて選ぶ、に価値の出る一本だ、といったところで今回はここまで、